んにちは、ソングピクチャーのちかです。オーナーが出張で不在のため、今日は私が解説します。今回は YouTube では最初の10本が特に重要な理由について解説します。いろんなチャンネルを見させてもらってるんですが、スタートダッシュがうまくいっているチャンネルは全体のうちの 10% くらいです。それ以外の 90% のチャンネルは最初の10本でやってはいけないことをしています。まだ10本なので後から軌道修正はできます。でもそれは結構大変です。つまり最初の10本で正しいスタートダッシュを切ることによってその後のチャンネルを伸ばすことができるということなんですが、その方法をきちんと把握している人はごく少数です。そこで今回はなぜ YouTube で最初の10本が重要なのか、その理由を解説し、最初の10本でどんな動画を出すべきなのか、これを具体的に解説していきます。また、良くないやり方で最初の10本を投稿したチャンネルを立て直す方法も合わせて話していくので、正直最初の10本で間違えてしまったかもしれないという方や、これから YouTube 始めようと思っている人にも重要なことなので、ぜひ最後まで聞いていってください。ということで、まずはなぜ最初の10本が特に重要なのかについてです。これを説明するためには YouTube の仕組みをまず理解しないといけません。YouTube では動画を投稿すると登録者に真っ先に動画が見られます。そこでたくさんの視聴者が動画をクリックしてより長く、より最後まで見てもらえると YouTube からこの動画をもっとたくさんの人に見せた方がいいんだなと思われて、新規の登録者にどんどん動画が広がっていきます。つまり動画を投稿してから最初の頃に見てくれる登録者、その行動によって動画が伸びるかどうかが決まるっていうことです。では YouTube チャンネルを作って最初に投稿する10本で集まった登録者が30人いたとします。たった30人でもこの30人の行動によってその後の動画の伸び、つまりそのチャンネルの伸びも決まってくるということは、 YouTube チャンネルを作って最初の10本で何も考えずに動画を作ってしまうと、そこで集まってくれた30人の登録者の質が悪くなってしまうんです。具体的には、動画を出してもクリックしてくれない、動画を見てもすぐに視聴をやめてしまう、あとはすぐに登録を解除してしまう、こういう視聴者が最初に集まってしまうと、この集まった30人が100人になるまでにすごく時間がかかってしまったりとか、再生回数も思うように伸びなくなります。つまり最初の10本がその後の10本の成績を左右して、その20本がその後の10本の動画の成績を左右するので、 YouTube では最初の10本ってすごく重要なんです。ではこれで最初の10本が YouTube で大事だと、そういう理由について分かってもらえたと思うんですが、それを聞いただけだと、じゃあ具体的にどうすればいいのか分からないと思うので、具体的に最初の10本でどういったことをすればいいのかを今から話していきます。 YouTube の最初の10本で意識しなければいけないことの一つ目が、ジャンルの変更をしないっていうことです。料理系であれば、美味しそうな料理が出てきたら再生回数が増えます。動物系なら、その動物の可愛い瞬間を映し出した動画を出せば再生回数が増えます。逆に動物の動画を出して料理の動画も出してっていう風にジャンルを動画ごとに変えてしまうと、動物の動画を見たいんだけど料理の動画については興味ないなって、こういった人は離れていくし、料理の動画を見たいけど動物の動画は興味ないっていう人も離れていってしまいます。これではせっかく動画を出してもデータが悪くなってしまって伸びなくなっていくので、ジャンルは変えずに最初の10本を出していきましょう。 YouTube の最初の10本で意識しなければいけないことの2つ目が、人気の企画を取り入れるということです。 YouTube ではどんなジャンルでも必ず人気の企画があります。例えば、あなたが普段見ている料理系のチャンネルっていうのが3つあったとして、どのチャンネルでもこういう企画って
再生回数高いんだなっていう動画があるはずです。YouTube ではこういった人気の企画、みんなが気になっている企画が再生回数が上がるという特徴があるので、実質その企画を選んだ時点でちゃんと動画を作れば再生回数はすぐ上がります。ただ、人気の企画をその最初の方にいきなりどんどんと出してしまったら、後から動画のネタ困らないかっていう風に思う方いると思うんですけど、YouTube は一番最初がハードなので、人気企画は最初に持ってきていいんです。チャンネルが少しずつ伸びてくると、もちろん企画がいいことに越したことはないんですけど、多少企画が微妙だったとしても、登録者がついていたら、やっぱり見てくれる人は当然出てきます。でも、最初の方にいい企画の動画を持ってこない。そもそも、スタートダッシュすらできなくなってしまって、チャンネルの成長っていうのがかなり遅くなってしまいます。なので、最初の10本で遠慮なく人気の動画っていうのを使っていきましょう。また、YouTube では人気の企画っていうのをシリーズ化しても、ちゃんと視聴者には見られます。半年に1回とか1年に1回くらいであれば、同じ企画を使っても視聴者は全然離れないので、そこは心配しなくても大丈夫です。最初の10本っていろいろ心配することが多いと思うんですけど、出し惜しむことなく再生回数を伸ばすことに全力を注ぎましょう。YouTube の最初の10本で意識しなければいけないことの3つ目が、ショート動画を活用することです。ショート動画はまだ投稿してないっていう人が多いかもしれませんが、実は新しい視聴者を集めるのにショート動画はかなり有効です。というのも、通常動画であれば1000回再生くらいかなっていうチャンネルも、ショート動画を出せば1万回とか2万回とか再生されたっていうパターンをよく見ます。つまり、普通の動画よりも再生回数がかなり集まりやすいんです。YouTube で再生回数がとにかく集まりにくいのが一番最初の3ヶ月です。この3ヶ月でショート動画から再生回数をある程度取っていければ、初期から全然数字が取れないっていう状況を避けられます。ただ、この時期に注意しなければいけないことがあって、それは、そのショート動画の中で通常動画につなげる動線を作ることが必須であるということです。ショート動画だけでは収益化はまだ難しいので、ショート動画で収益化方法はあるけれど、現実的には結構難易度が高いので、結局は通常動画を出して、そこから再生回数を得ないと、広告収益が得られないということになります。でも、ショート動画ばかり再生されて、長尺動画を再生されない。これでは意味がないので、ショート動画で集めた視聴者を通常動画に流入して、そこで再生回数を増やすっていうことが必要になってくるわけです。では、具体的にどうするのかっていうと、ショート動画の中で似たテーマの通常動画をおすすめするということです。例えば、今回の動画では、YouTube では最初の10本が大事というタイトルでショート動画を作ったとして、通常動画のポイント部分を解説します。その上で、具体的にどんな動画を出せばいいのかについては、通常動画で解説しているので、この動画の説明欄からチェックしてみてください。という感じに、ショート動画から通常動画につなげていくんです。もっと掘り下げると、これはほぼ私の答えになってしまうんですが、今解説しているこの動画で、冒頭部分とサブタイトル部分、これを紹介して、冒頭の重要だということと、その内訳であるサブタイトルを話します。でも、それだけではほとんど内容がわからないから、通常動画へ誘導させるって方法です。そうすると、初期でも再生回数が集まりやすいショート動画から、一番見てほしい通常動画に流すことができるので、これを繰り返し、徐々にそのチャンネルのスタートダッシュを成功させるんです。YouTube の最初の10本で意識しなければいけないことの4つ目が、キーワードをタイトルに入れるっていうことです。YouTube では、おすすめイコールブラウジング関連動画、YouTube 検索、Google 検索、主にこの4つの導入経路から動画が見られます。おすすめと関連動画っていうのを初期のチャンネルで再生回数を取っていくのは結構難しいんですけど、YouTube 検索なら可能で、検索に動画がヒットするためには、視聴者が検索するキーワードをタイトルの中に含まないとヒットしません。例えば、私が YouTube の視聴者で、チャーハンの作り方を知りたかったとします。
実際にチャーハンの作り方で検索をしたときに、そこで表示されている動画はきちんとタイトルの中にチャーハンの作り方とかチャーハンとか作るというキーワードが入っているんです。こんな感じでタイトルの中に視聴者が検索するキーワードがちゃんと入ってないと、せっかくいい動画を作っても検索で来てくれる人がいなくなってしまうんです。だからタイトルにその視聴者が検索するキーワードを入れる。キーワードを入れることなんて1分もかからずにできますよね。この1分でできる作業をするかしないかでものすごい差ができてしまうので、初期のチャンネルでは検索が超重要なので必ず設定しましょう。YouTube の最初の10本で意識しなければいけないこと5つ目が、ジャンルの需要を確認するっていうことです。ここまで紹介してきたポイントを押さえれば、チャンネルのスタートダッシュは切れます。ただ、正直言ってしまうと、そもそもジャンルを間違えているチャンネルが多いんです。ジャンルを間違えてしまうと、そもそも収益を得たりとか、再生回数をたくさん持ってこれなくなるんですね。例えば、動画を100本出してから気づいてしまったら、かなりきついです。100本も出してしまっているから、後に引けないとか、撮影機材にもたくさんお金をかけてしまって、さらに、後で見てくれてる視聴者さんがいるから、後に引けないとか、ジャンルを変更しようにも、変更できなくなる理由っていうのが、YouTube を続けていくと出てくるんです。そんな感じで、ずるずる続けてしまうと、頑張っているのに目標を達成できない。そもそもジャンルが悪いから何をしてもうまくいかない。そんな結構きついことが起きてしまいます。これ、一番避けるべきことなので、まず最初の10本を投稿する前に、そのジャンルに需要があるかどうかを確認してください。その上で問題がなければ、今まで話してきたポイントを押さえつつ、最初の動画を10本投稿していけば、順調に数字が上がっていきます。では、最後に、最初の10本でちょっと間違えたかもしれないっていうチャンネルを立て直す方法を話していきます。すでに10本投稿していて、例えばジャンルバラバラだったかもしれない。人気の企画を出せていなかったかもしれない。ショート動画で新規を取れていなかったかもしれない。タイトルにキーワードを入れていなかった。そもそもジャンルをミスっていたかも。このように思った方は、今からでも修正をしていきましょう。具体的には、ジャンルを統一していく人気の企画を出していく。タイトルにキーワードを入れる。ジャンルを考え直す。さっき話していった一つ一つのことを今からでも修正していけば全然大丈夫です。あとは、再生回数が低くて明らかに視聴者から見られていない動画っていうのがいくつかあると思うんですけど、その動画が公開して3ヶ月経っても全然数字伸びていないなってなってたら、視聴者からの評価も低いと思うので、一応データを確認して、データも悪かったなってなったら削除するか、非公開にしていくとメリットが大きいです。ジャンルがもう全然バラバラだったりとか、動画の質が低くてチャンネルが全然伸びなくても、一本の動画に再生回数が集まったから、今度はそのジャンルで動画を出し続けて、今では登録者100万人以上っていうチャンネルもあります。そんな感じできちんと修正していけば、ちゃんと成果は出てくるので、地道にやっていきましょう。それでは、今日のまとめをして終わります。今回は、YouTube では最初の10本が特に重要なんですよっていうことについて解説をしました。なぜ最初の10本が重要なのか。それは、戦略もなしに動画を出してしまうことによって、登録者の質が悪くなってしまうから。そうすると、その後出す動画の伸びも悪くなってしまいます。じゃあ、これを防ぐためにはどういうことをしていけばいいのか。最初の10本でジャンルの変更はしないこと。最初の10本で人気の企画を取り入れること。ショート動画を活用すること。キーワードをタイトルに入れること。そもそもジャンル自体が悪いんじゃないかってこと。以上を確認して、これをやりながら改善を繰り返していくと、最初の10本でスタートダッシュをして、その後出していく動画の足を引っ張らずに、チャンネルが順調に成長していくことにつながっていきます。これから皆さんの YouTube 運営に活かしてみてほしいと思っています。最後までご視聴くださいまして、ありがとうございました。
今日話したことを実際にやってみようって思ってくれる人がいると思います。それをコメント欄に書いていただけると、私も今回動画を作った意味、そして今後の活力になりますので、ぜひコメントをお願いします。それでは今後も YouTube 運営頑張っていきましょう。ではまた次回出番があればお会いしましょう。